私はルールを守る。厳しいヤジも飛ぶ中行われた石破総理の所信表明演説。その中に熊本という言葉が。熊本地震では直接亡くなられた方々の4倍もの方々が避難生活の中で健康を崩されるなどして災害関連死として亡くなられています。災害関連死ゼロを実現すべく、避難所の満たすべき基準を定めた平時からの官民連携体制を構築します。熊本地震を例に災害時の避難所の環境に言及した石破総理。避難所の在り方を見直すとともに事前の防災を徹底するため、新たに防災庁を設置する方針を明らかにしました。熊本地震の時、避難所の運営を経験した益城町の吉村静代さんです。石破総理の発言に。今回そういうふうに具体的に作りますよみたいなことがあったので、非常に嬉しい思いをしています。国としても災害が起きた時はこういう人たちをきちんと出すんだというふうな形の中の人材育成、防災に対しての人材育成っていうのをやはり一番にやっていただきたいなというふうに思いますね。また4年前の熊本豪雨で避難生活を経験した住民は。お風呂も4日目ぐらいからしか入れなかったんで、一人でやっぱりやっていけないんで、皆さんの協力も大事だし、それで防災庁を作ろうっていうことを首相が言ったんですけど、でもちょっと遅いですよね。再日時だけでもその時点でもうしてほしかったですよね。一方、木村知事は石破総理への期待を語りました。避難所をより良くしていくということは、これも熊本地震とかでの大きな教訓です。逆を言えば、まだ政府の法律の中でですね、まだまだ避難所というのが十分に位置づけていないのもこれも事実です。ぜひですね、政府を挙げてより良い避難所の整備につながるようなですね、動きが出てくることを期待しています。日本では毎年災害が起きていますから、防災庁を設置するだけではなく、災害関連死を一人でも減らす取り組みが急がれると感じました。太郎さんは東日本大震災や熊本地震など、これまでの災害取材を通して何を感じられてきましたか？はい、この災害関連死というのは救えたはずの命なんですよね。そしてこの関連死を生む一因というのはですね、避難所の劣悪な環境と言われておりまして、日本は避難所の環境が整わず、避難所後進国とも言われてきたんですよね。実際に熊本地震でも冷たい床に毛布1枚で寝るなど、精神的にも体力的にも疲労困憊の状況がありました。そして奥能登では今まさに災害関連死のリスク高まってきていますよね。石破総理はずいぶん前から防災庁の設置を訴えてきましたから、救えるはずの命を救う具体像を早く待ちたいと思います。